いやー、20年前にここの静音スタジオでね、気まぐれオレンジロードやったんですよね。なんかヒロミやエリコに会うのが本当に久しぶりだから、もう楽しみ。行ってきます。一つの出会いが二つの恋に進み、三つの震える心が優しい音色を奏でた。春日京介15歳。青春してます。いやー、久しぶりですな、久しぶりです。なんかすごいペアルックみたいじゃないですか。別にね、なんか一人浮いてる。いやいややっぱり光はのけ者だ。そんなことないいきなりそんな。ねえ、でもなんかやっぱりこうちょっと気が合うのかなみたいな。ごめんね。昨日電話してくれればよかった。電話してないんだよ、してないよ本当に。本当に、一心伝心ですね。なんか、もしかしてちょい悪が今ブームとかですか？ちょい悪おばさん。僕どっちかというとちょい悪おじさんちょっとブームなんで最近この格好多いですでも全然年を取りませんね、お二人とも。お互い様じゃないですか。ありがとうございます。20年だよ。あれからびっくりしちゃいました。2人はちょこちょこ仕事で今でもあったりするの？アンパンマンっていうね、アニメで一緒なんですよ。アンパンマンで一緒なんだ。あ、なるほど。じゃあしょっちゅう会ってるもんね。そうですね。月に2回ぐらいかな。会いますね。俺もヒロミはやっぱり事務所一緒だからたまには会うんだけど、昔は本当によくお仕事で、やりやすい。才能があるからね。そういうとこ何も出ませんよ。なんだろう、多分僕の声質とやっぱりヒロミの声質が合うんじゃないかな。そうなんだ。そうかな。そういうことなんじゃないかと思うね。たまたま多かったの。なんかまどかを他の人で考えていたんだけれど、オーディションをやったら、もう鶴ちゃんピカイチで決まったって昔聞きましたよ。だからやっぱり古谷さんの京介が決まって、もうぴったりだったんじゃないですか。オーディションあったっけ？私はありました。あ、本当？なかったんですか？名指し。なかった気がする。そうだったんだ。じゃあ古谷さんが決まって、それに合うまどかが決まって光が決まったの。そうなのかな。いや初めて聞いた今。あったの？ありましたよ。バリバリですよ。バリバリだったんだ。まどかも光も受けましたよ私。あ、両方受けたんだ。はい。でどっちかっていうとまどかやりたかったんでしょ？まどかをやりたかったやっぱしっんですとり系がやりたかったんだ本当は。いやだってやっぱいい役光もすごくいい役なんだけど、オーディションの時にね、コミックを読んだんですよ。気まぐれオレンジロードっていうのをやるっていうのを聞いて、その時にもう感動しちゃって、素晴らしい作品だと思って、でこうビジュアル的には自分はまどかと全然違うんだけど、感性がすっごく理解できたの。だからそれをコミックを読んだ時にまどかやれると思っちゃった若気の至りででも逆に俺は光ぴったりだと思うけどね。ありがとうございます。なんかやってみたらそうだったんですけどいやあんなもうキャピキャピ普段してないからそっか。本当ですよ。もうすごい己を知らなさすぎよね。もうボルテージ上げるのがどれほど大変だったか。そうだったのやっぱり。はい、もう苦労しました。全然見えなかった。さすがプロね。プロ。すごく自然にやってる。自然でしたね。でも本当に作品もメンバーもスタッフもみんな良かったですね。俺でもあれだよね、エリコとは久しぶりだよね。久しぶりです。本当に久しぶりだよね。でも毎年徹さんすっごい豆で必ず年賀状をくださるんですよ。徹さんの方から私の方から出さなきゃいけないの。その時にいつも写真が載ってるんで、なんか久しぶりの感じがしません。あ、そういうことでね。なんかでもこうやって3人で揃うと、例えばこのスタジオなんかも何度も来てるわけじゃん。いろんな作品でそれぞれ。そうですね。でもこうやって3人揃うとなんかやっぱりオレンジの空気っていうのになるよね。
不思議と。ねえ、本当は今日はもっといっぱいメンバーいたら楽しかったですね。あ、そっか、レギュラーメンバーね。うん。まあその話はまた後ほどということで、はい。では次のテーマいってみたいと思います。はい。はい。思い出の第一話。はい。クエスチョンがついてますけどね。思い出の第一話。 あ、出ましたね。流れましたね。階段だよこれ。 88、あの公園のね。 90、暑い。ざっと100段ってとこかな。気持ちいい。 20年前。声違うかな。麦わら帽子か。徹さんは変わらないです。変わらないですよね。こいもう少年ですみんから。な変わんないんじゃないおっと、恥ずかしい。あげる。え、なかなか似合ってるよ。可愛いね、声が。可愛い。うん。いやでもやっぱり若が作ってんじゃないやっぱり。だってこれ中学生だもんね。はい。ああ、そうか。うん。 1話目はね、うんまだ中学生っていうのを気にしながらやってたんですよ。あでもだんだん中学生よろしく。そう。だから、だんだんちょっと大人っぽくなっていきましたね。まあ父の仕事のなんかやっぱりまどかはあの色っ席空いぽさがてますね。すごいね、人気があったから。あ、そうだよね。ここは鮎大川人系だもんね。まどかは。君の席はあっちだからの空いてる最初はさ席を使いなさい。不良だったじゃない。二人とも。うん、そう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 、光をね、生きがっちゃってね。そうだよ俺だってね。真面目な少年じゃないけど、やっぱりこういうのって好きじゃない。だんだんなんか京介と触れ合うことによって二人ともすごくなんかいい子になってくっていうか、そんな感じがし黙ったちゃいけど。ますね。見ちゃうって見ちゃいうか。うね。反省してもしょうがない今。今からタバコなんか吸ってると丈夫な赤ちゃん産めなくなるぜ。タバコ吸ってたんだ。じゃん。そうだよそうそうそう。不良だったから。だってバイクとか乗ったりもしてたもんね。人に説教するほどの男か。ピックかなんかこそううピュって飛ばしてなかった。そう、ピックの丸。あんま飲みちゃった。うんああ、懐かしいね。懐かしいね。いいねなんか。いつもやっぱり僕は思うんだけど、こう見たりとか自分がやっぱり京介演じたりすると、本当に自分の青春時代にふっと戻るんだよね。気持ちが。なんかすごくこう甘酸っぱいこうなんだろうムードになってこう胸がキュンと切なくなったりして、だからねすごい好きなの。そういや、でもやっぱり徹さんだね。どういう意味？いや、徹さんじゃなかったらやっぱりそういうの似合わない感じ。そうなのかな。もう今はすっかり親父になってるんだけどね。ならない、なってない、なってない。だから、なんか自分がちょっと汚い親父だなとか自分で思う時あるじゃん。嫌なやつだなとか思う時。やっぱりほらもうそれあれから20年経ってさ、世の中に揉まれてさ、いろんなことも知っちゃったわけじゃない。でやっぱりちょっと戻りたいなっていう時に、こうオレンジとか見ると、スッと戻れるっていうね。でも本当に素敵な作品だったよね。そうだね。だからなんかまた DVD になって昔のファンの人も見てほしいし、今まで見たことがなかった人にも本当に見てほしいな。そうだね。でぜひ古谷徹っていうのは京介みたいな純粋でちょっと優柔不断なやつだと思ってくださいね。そのまんまだってそのまんまかよ。はい、じゃあ次のテーマです。この作品を知った時の印象。まあこの役をね、やった時どう思ったかとか、決まった時どう思ったかとか、そういうことを話したいと思いますね。私はやっぱりオーディションがあったんですけど、最初にこうキャラクターの設定、キャラ表とセリフっていうかそれをいただいた時に、やりたいなこれはって、まず最初に。それはなんで？わかんない。今までやったことないタイプだっけ？いや、その時点で。
あ、そうですね。割と優等生の役が多かったので、そっかそっか。ちょっとこう溜まってるものがあったんじゃないですかね溜まっ。てるものが。でまた鮎川まどかっていうキャラがとても素敵に見えたし、だからぜひやりたい。いや本当に当時の声優さんたちは誰もがやりたいと思ったと思いますよ、この作品は。あ、そう。だからラッキーだったなと思っています。で本当はまどか行きたかったのに光になっちゃった時はどう思ったわけ？いや正直言うとちょっと落ち込みましたけどねでも結果ね、ここにまどかが私がやってたらちょっと作品ダメだったかなみたいな自分で言うかそういうことっていうかやっぱり、光をやってもらってよかったよやっぱり。ぴったりだったの。誰だよ逆に他に私もいろんな人から言われましたよ。エリちゃんの光はもうぴったりだねって。それ喜んでいいんだよね。いいですよね。そうもう同化して見てたもん俺。ありがとうございます。それだからあんまりエリコのこと知らなかったけど、光みたいなんだろうなって思っちゃったもん。実は違うんだなやっぱり。自分を光に持ってったかもしれないですね。でも、ちょっと天然のとこあったりするもんねだってエリコって。アフレコの時に自分が喋って席に戻った時に尾形さんの膝の上に座りましたこの人。あったそんなこじゃあと。後ろ向きで下がって座ったら、ね、先輩のジンゴロをやってらっしゃるね。ジンゴロね尾形さん。ありましたね。びっくりしました。若気の至りですよ。それ本番だったんだっけ？本番中だったかもしれないです。尾形さんびっくりしただろうね。みんなびっくりしましたそうだよな。ちょっともう視野が増えるから笑せない。なるほどね。私も。はい。僕はねやっぱこういう作品学園ものってね、その前にストップひばりくんやってんだけど、でもあれはどっちかっていうとそのひばり大空一家っていうのが中心になってて、学校のシーンとかあんまり出てこないんだよね。そうですね。だから今回みたいにこのオレンジロードみたいに学校が中心になっている学園ものっていうのは初めてだったの。それとやっぱりなんだろう、こうモテモテの役っていうのもあんまりなかったかな。あ、そう？そうですか。なんかいつもヒーローやってたから。ヒーローはやってるからいつも相手役はいるけど、やっぱりほらどっちかっていうと戦ったりとかっていうのが多かったから。でも徹さんってすごい前から思ってたんですけども、すごいこう感性もいいんだけども、すごくこう頭がいいじゃないですか。そうですか。すごくこうバレちゃった？役を分析できる役者さんだなと思って感心してましたいつも。ありがとうございます。ちょっと出そうかな。第1話の使用台こ本。れはびっくりしちゃった。お宝ですね。これさやっぱり俺見て驚いたんだけど、ものすごい書き込みがあるのよ。すごい。ほら。これちょっと見せて差し上げて。いやまあこんなですけどね。声優志望の人とかも見てるかもしれないからこんだけ勉強するんですよ。いやもともとねスタッフさんでも俺書く方なんだけどさ、このすごいですね。そう私読めなくなっちゃう。一番最初のところにね、ここにギャグやりすぎないようにって書いてあるんだよ。つい乗っちゃうとギャグやっちゃうんだな俺。だからちょっと自分を戒めてね、まず第1話の 1ページ目に書いてある。あ、ダメ出しで言われたんじゃなくて、多分自分でそうそうすごい。やっぱりこれは原作読むじゃない、それでこれはそのまあギャグっぽいところもいっぱいあるけど、それは他の八田とか小松とかに任せて、やっぱり京介はあくまでもこう純粋で真面目な男の子っていう風にやろうと自分で考えて。本当すごいですね。チェック。そうね。本当に台本読めなくなっちゃうね。もうこれ今だったら読めないわこれ。いっぱい書いちゃって。今もうだいぶあっさりしてきたんですか？だいぶあっさりしてきた。いやでもね、台本を取ってあるってことが素晴らしい。いやでもね、大体ね第1話と最終回は記念として取っといてあるんだ、レギュラーの場合。でもオレンジってね
今回ちょっと見たら10冊も残ってて、やっぱり自分の中では本当に一番好きな作品だったの。だからね、なんか大事にこう自分がこれいい話だなっていうのはね、取っといてある。次のテーマいきますか、じゃあ。はい。もしも超能力を持っていたら。超能力はね、持ちたくないんだ。なんで？こう、人の心が読めちゃったりとか、っていうこと？まあそこまではいかないけどね。京介もそこまではなかったけど、まあワープとか、そうね、あとくるみまなみなんかはこう手を使わずに物が動かせたりしてね。あとはほら時間をこう遡ったりすることもできたし、あと人と入れ替わったりできたしね。でもいいです。いいです。普通でいいんだ。幸せなんだね今。幸せなの？その反応は何だ？わかる。エリコは？やっぱり持ってたらいいなとは思うんだけど、本当に持ってたら悩んじゃうかもしれないね。まあちょっとリアルに考えればね。だからやっぱり京介みたいなそういう人が隣にいていつも守ってくれる方がいいね。なるほど。そうかそうか。俺はね、子供の時からね、大人になったら超能力者になるって決めてたの。本当？職業としてなるって決めてたの？なるって決めてたの。なれるんだと思った。なりたいって思ってればなれると思った。ない全然。ないんだ。全くないんだけど、だから本当になりたかった。なんかやっぱりほら男の子だからかな、スーパーヒーローに憧れてたんだね、要は。そうだね。そういう意味でね。そういう意味で。もしだからあったらね、マライア・キャリーになってね、世界中の男をねメロメロにしてみたい。マライア・キャリー。なんでそこで女性なの？同性だからさ、女性になってみたいじゃない。そうなんだ。一応ほらもう男としてはね、とりあえず日本中の女の子メロメロにしてるから、次に行きましょう。今なんて言った？って。いや何も言ってません。はい、一番印象に残るシーン。はい。はい。私は今見ましたけど、やっぱり1話目の京介との出会いのシーンですかね。初めての出会いのシーン。はい。階段の数えて100段99段揉めてる 99.5 段っていうとこね。でもとっても綺麗だよね。またこの時のまどかって全然ほら不良らしさを出してないから、ここで一目惚れしちゃうんだよね、京介。そうですね。でも男なら誰でも一目惚れしちゃうね。やっぱりね、素敵だもん。99段もあるんだね。僕も髪の長い女の子がずっと好きだったのよ。憧れてたの。ひかるちゃん短い。ひかるちゃん短いよね。短い。ひろみはこの頃からこうやって長くしてたっけ、やっぱり。いや、短い時もある。さっきね20年前のねビデオを見せてもらったら、今の私の今ぐらいだよね。そうだったんだ。やっぱりまどかやってからあえて意識的にこう伸ばすようにした。伸ばしましたね。やっぱりそうだよね、イメージっていうのはね。そこはすごい。でも似合うよね。似合う似合う。だからね、今回このお話が来る前にベリーショートにカットしようと思ってたんですよ。はい。でこの対談があるっていうんで、ちょっと切らないでおこうと。本当なんだ。じゃあナイスタイミングだったね。絶対長い方がいいよね。俺は好きだけどね。じゃあ切りません。やったわ。ファンの人もみんなそう思ってる。思ってる思ってる。エリちゃんは一番印象に残るシーン？自分の出てくるところは全部印象あるんだけど、今のやっぱりトップシーンはまどかと京介のシーンは私も好きです。いい出会いだよね、ここはやっぱりね。ヒカルが最初出てきた。そっかそっか。そっか。最初から不良で出てきたんだ、ヒカルは。そう力がってんだね。不良っていうのね。そうだよね。あとまどかに憧れてんだよね。そう憧れてる、真似してるんだね。
っぱり自分のキャラクターの登場シーンというか最初のセリフとかってすごく俺は気使う方なんだけど、使う緊張する。それでなんか決まっちゃうようなところあるじゃん。あるある。冗談、お顔と相談ね。このだから笑い方と喋り方、これで決まってるよね。エリコの光は。なんだとこいつ。懐かしいね。いいお天気ですね。おはよ僕もね第1話やっぱり好きなんだけど、第1話とやっぱりラストっていうのはもう特別だと思って、それ以外に何かないかなと思って考えたら、う。この街が第12話でブランコブランコのシーン、他と変わんないごく普通のまどかがねアメリカ行っちゃうっていうそれに比べて時の話なのよ。それでもう京介はその時ニューヨークでもう会えなくなっちゃうんだっていうのを初めてこう胸にグッと迫って、いろんな人がいて楽しい僕はあの子をもうたくさん待ってるのよね。こんなに好きになっちゃってるんだっていうのを初めて自覚したそうそう。ところなのそのためにはもっと英会話なんか勉強しないと。懐かしい。まださんも行きたくないんですよね。そう行きたくないの、そう曲いいよね。曲もすごくオレンジロードの曲全部好き。すごくいい。主題歌とね。ここが一番気に入ってるんだ。ほらこの町に初めて来た時から。告白してんのよこれ。あ、それこれが。なるほど。それで階段のシーンね。なんかゾクゾクってきちゃうね。階段の数を数えた時から、あの時から俺にとっては、一番素敵な街なんだ。胸迫るな。はい、もうねこのシーンやっぱりね本当ですね。初めて告白して。トールさんってどんな臭いセリフでもすいません似合う臭いね。いやもう許せちゃうみたいなさ。それはねうん僕は臭く言おうとは思ってないわけ。ただその自分の演じるキャラクターになりきろうとしてるだけなの。それ結果的に臭くなったりする。だけどその気持ちが言葉よりちゃんと前に出てるから許せるんだと思う。そうだね。臭さも。あとねやっぱり人間性だと思うな本人。人間性ですか。優柔不断でございますけど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次いきますね。やっちゃった。妹たちね。くるみまなみが出てきましたね。はいとジンゴロ。ちょっとね、名キャラクターを振り返るっていうことで、はい自分たちが演じたのじゃない他のキャラクターでこう思い出に残ってるっていう曲。これはね、ジンゴロの逆襲っていうやつですね。タイトルまで覚えてる。これはねおかしいんじゃない面白かった。なんでよ。なんでよ。でもさジンゴロのさぬいぐるみが大人気で、はい、大人気でした。私未だに持ってるよ。すごいうちにもあるもう争奪戦だったよね。でも結欲しくて欲しくて局みんなもらったんだよね。もらってない。嘘。本当？もらってない。あ、そうだった？うん。あれどうしたんだろうじゃあ。俺たちだけ結構もらったりした。そうだよきっと。いやそんなことない。みんなもらってると思うけど。持ってたらもう家宝にしてる。本当？これがほらわけのわからない。わけのわからない馬尾さん。今優作くんも出てたよ。あ、本当？キックがやってた。なんかアクセントとして出てきてたんだよね。きっとこの二人はね。ちょっとシーン代わりとか、ちょっと気分転換みたいな。キャラクターいっぱい出てきたよね。だから原作にはないキャラクターたちもなんかこう作品を引き締めてたというか、あと和也なんか